がんとして狙いにできるような抗原っていうものは、ほぼ全てのがんにあるんですよね。ですからがんを治せるかどうか、治療法として成立するかどうかということに関して、かなり万能だと言ってもいいと思います。こんにちは、ライターの芹沢と申します。このチャンネルでは、第5のがん治療法と呼ばれる光免疫療法について、正しく理解することを目的として、皆さんと一緒に勉強していきたいと思っています。光免疫療法は、ノーベル賞級とも言われる革新的ながんの治療法です。オバマ大統領が一般教書演説で取り上げて以降、世界的に注目を集めています。早速その仕組みを知りたいという方は、概要欄から光免疫療法の仕組みをクリックして飛んでください。今回は第1回ということで、簡単な自己紹介とチャンネルの目的を紹介させてください。私は光免疫療法の開発者である小林先生に5年間取材をして、このがんの消滅という本を書いたライターです。本を出した後も研究や治験や治療が日々行われ、技術が進化する一方、正しい知識が広がってないなと感じる機会が多々あります。1階のライターとしてできることは、開発者である小林先生や現場で治療に当たられている先生、それから患者さんにお話を聞いて、そういった情報を正しく発信することだと思っています。光免疫療法は既存の治療法とは全く違うアプローチでがんを治していきます。その一例を著書から引用します。喉の奥に広がっていたステージ4のがんを処置した翌日に腫瘍がかさぶたのようになってボロボロと剥がれ始めた。1月後にはがんはほとんど消えてなくなり、腫瘍があった箇所には新しい皮膚が再生された。中には口の中で剥がれ落ちたがんの塊をペット吐き出した患者さんもいたそうです。前置きが長くなりましたが、光免疫療法が一体どんな治療法なのか、本題に入っていきましょう。まずは簡単なイメージ図を見ていただきたいと思います。まずここにがんがあるとします。2025年の春現在、保険適用になっているのは切除不能な局所進行または局所再発の頭頸部がんです。頭頸部がんというのは咽頭がんや喉頭がん、舌がんなどの総称で、首から上にできるがんのことを指します。例えば喉や鼻のずっと奥にがんができて頭蓋骨を割らないと手術ができない場合や、同じところに局所再発してしまった場合に適用されるということです。そういったがんをどうやって治すのか。光免疫療法は2段階の仕組みでがんを治療していきます。極めてシンプルな言い方をすると、薬を投与して光を当てるという治療法です。薬を投与して約1日後、患部に光を当てます。レーザー光と書いてあります。薬のくっついたがん細胞に光が当たると、がん細胞が壊れて体内の守護者である免疫細胞が活性化します。繰り返し簡単に言うと、薬を投与して光を当てる。これでがんを倒す仕組みです。ちなみにこの図は小林先生が所長している関西医科大学の光免疫医学研究所のホームページからの引用です。次に同じ内容で動画を見てみましょう。このフォトイミューノセラピーというのが光免疫療法のことです。まずは薬を投与します。イメージでは注射を使っていますが、実際には点滴でゆっくり投与します。そうすると薬が全身に広まるのですが、がんの近くを見てみましょう。この手前のボコボコしたのががんですね。その近くの血管から薬が染み出しています。さらに拡大してみますと、英語では特殊な受容体と言っていますが、がん抗原と呼ばれるタンパク質です。いわゆる腫瘍マーカーとはちょっと意味合いが違うのですが、ここでは簡単にがん細胞の表面にある種の目印が出ていると理解してください。そのタンパク質をターゲットにして薬がくっつきました。薬がなぜがん細胞の目印にくっつくのか。これが光免疫療法の一つの肝でもありますが、後で詳しく説明します。そこへ光を当てる。テレビのリモコンなどにも使われる近赤外線という光です。そうすると薬が化学的に変形し、細胞壁に小さな傷をたくさんつけるんですね。
その傷から大量の水が入り込むことで細胞がパンパンに膨れて内側からの水圧で割れる。この様子を顕微鏡で見ると、がん細胞がプチプチと弾けていく様子がわかるそうです。まさに細胞レベルでがんを攻撃したことで腫瘍全体が縮んでいく様子がわかるでしょう。それではざっくりと仕組みを解説したところで、開発者の小林先生にお話を聞いていきたいと思います。今回本を出して、僕は医者の友達とかにも読んでもらったんですけど、帯がプチプチ壊れていくっていうような、あれでちょっと眉唾っぽいなって思ったって言ってて、でも中身を読んだらすごくよく分かっていい本だったって言ってくれたんですけど、僕としてはもっとそのお医者さんとかお医者さんの卵とかに手に取ってもらいたいなと思ってるんですが、先生ご自身はどうですか？やっぱそう思います。気軽に手に取って読んでもらえればすごくありがたいですね。全く新しい分野だから、ある意味頭のちょっとした柔軟性が必要なんですよね。それこそ最初眉唾かなと思って、みんな眉唾だと思うと思うんですよね。光当ててがん治すとかって時に、なんかどっかの宗教かいって言われましたよね、最初の頃ね。だからそれは大いにありだと思うんで、だからそれをそこから入っていただいてもいいけど、だけどまともな治療として今実際患者さんに行われている形になってきてるわけですから、こういう発信で出るってことはすごく大事なことだと思うんですよ。で今メディアがね、だからこれだけ多様化してて、何を見る人がっていうのが変わってきてるじゃないですか。この間もなんか一つ YouTube で誰か解説してくれてるの流してくれてましたけど、ただちょっとあちこちこう引っかかるのがうとか耳障りなことがいっぱいありましたけどね。人がやるとそうなっちゃうから、だから本人がやらなきゃいけないっていうのもそれもある意味分かってるし、本当にね分かってくださってる人は少ないんですよ。でね、意外に簡単そうで難しいんですよ。そうだからそこがね、そこのニュアンス的なことを分かってくれてる人っていうのが決して多くないので、そういう意味で本当に末澤さんがやってくださるっていうのは僕にとっては大きいです。それが一番いい例がっていうのおかしいんですけど、うちに NIH にアイラ・パッサンっていう非常に有名な、しかももうキレキレの、もうおじいさんですね、もう80代後半なんですけど、彼のところのラボから2人ノーベル賞だったけど、すごい、もともとは分子生物学者でもうノーベル賞をもらうような人だったのが、私はやっぱり医者だからがんの研究をするんだってがんの治療を新たな治療を作ることに戻ってきたんです。それで私とのコラボレーションも25年あるんですけど、で彼に最初説明した時にこうだよって説明したけどっていう感じで、3回目私のトークを聞いてもらった時に、その時に終わった後でお前が何を言おうとしてるかやっと俺は分かった。だからそれほど頭キレキレで、もう本当にもういつでもいろんなこともあらゆること知ってて経験もあって、もうそんなボケてるなんてもうかっけらもないようなすごい研究者が3回聞いてやっとお前の言ってること全部分かったって言ってくれたんですよ。ですからそうなんだと思って、それからもう本当にたとえ同じ機会で同じ方が聞いてるなと思っても同じことから始めて、新しいことはもう1割とか2割とか加えるだけにしようっていうふうに説明しているので、こうやって何回も何回も同じことをお話ししているように思われるかもしれない方もいると思うんですけど、だけど何回か聞いていただいて本当にやっと理解していただけるっていうことは多いと。ですからその例を考えても、やはり私は繰り返しこうしてお話しするのが大事だと。何を聞いていただいたのか、でこの治療に関してはどういうところにももう穴とかそれから分からないっていうのが残ってないような形に仕上げているから、何を聞いていただいているのか、それで何度もしよう。よくインターネットとかを見ていると、乳がんの方は乳がんのことをすごい調べて、大腸がんの方は大腸がんのことをすごい調べて、それぞれ皆さん詳しいんですけど、やっぱりどことなく知識が偏っているというか、難しいですよね。難しいです。でそれは決して調べられる患者さんだけじゃなくて、お医者さんでもそうだと思います。ここは非常に難しいところですよね。誰かががんになった場合、これはご家族でもご本人でもそうなんですが、がんという病気を一から勉強しなければならないわけです。がんという病気の難しさは、人それぞれの外見や体つきが違うのと同じように、人それぞれで進行や症状が違うんですね。例えば胃がんでも大腸がんでも、進行具合が同じようながんであっても、
A さんに効いた薬が B さんには全く効かないというようなことがよくあるんですね。そういった場合に我々に何ができるかというと、セカンドオピニオン、サードオピニオンを取ることだと思うんですが、担当の先生がそれぞれ同じ治療法を進めてくれればいいんですけれども、聞いた3人が3人とも違った意見を進めてきた場合にはどうすればいいのか、これはもう全くわからない。がん治療はそういう自分のがんの治療法に対する情報へのアクセスの仕方というのが非常に大事になってきます。このチャンネルでは少しでも患者さんやそのご家族のためになるような情報を発信していけたらと思っております。ではいよいよ光免疫療法の仕組みの部分について迫っていきたいと思いますが、小林先生がおっしゃっていたように簡単そうで意外に難しいのが光免疫療法です。途中で出てくる専門的な用語にはなるべく分かりやすい解説をつけましたので、最後までじっくり見ていただければと思います。これは一番大きなところだと思うんですけれども、光免疫療法の基本的な仕組みを、三大療法、既存の療法と比べて一体どういうものなのかというのを教えていただきたいんですが、これまで三大治療、これはもともとがん細胞を減らすために、がんがもちろんその病気の原因ですから、がん細胞が減らなければ病気に治らないということもあって、がん細胞をともかく取り去りましょう、できるだけ体から減らしましょうという方向で考えたわけなんですけども、そうするとなかなかそのがん細胞だけ取り除くっていうことはできないわけですね。例えば外科だとがん細胞を全部取り除くためには周りもかっそいてやらないといけないと。でそれから例えば放射線だったら、放射線が当たったらがん細胞だけが死ぬわけじゃなくて、当然正常の細胞も同じように傷がついてしまう。で化学療法って抗がん剤の場合は体の中に薬入れるわけですから、当然がんのところ以外にも薬が回りますから、いろんな障害が起こってしまうっていうことがこれまではあったわけですね。ですからそれをできるだけがん細胞だけをがんがある場所で取り除けるような仕組みを作ろうっていうふうに考えたところがこの治療の基本でもありますし、ほとんど選択的にがん細胞だけを壊せる、ほとんど選択的にがん細胞だけを壊せる。この選択的にというのは狙いをつけてより分けるという意味です。がん細胞だけをより分けて周囲の正常細胞はほとんど傷つけないというのが光免疫療法の本質です。光免疫療法は薬を投与して光を当てる2段階の治療法だと説明しましたが、ここで光免疫療法が治療に使う薬について迫っていきましょう。まず気になるのがこの薬の体への副作用です。その事前に投与するお薬というのは体に無害なんでしょうか？そうですね、全く無害ということはないんですよね。変な話ですけど、それほど水でも5リットル入れれば人間死んじゃいますから、そういうふうなことがあるわけですけど、普通のリーズナブルなお薬ということを考えると、私たちが使っているものは抗体ですね。で、抗体ってもともと人間は自分の体で作れるものです。ですから、そんなに大きな害があるものではない。この抗体という言葉、あちこちで耳にはしますけれども、抗体とは何ぞやということですね。抗体というのは私たちの体を守る免疫システムにおいてとても重要な役割を担う物質です。体内では100億種類もの抗体が作られるとされ、病原体などの異物が体に入った時にその異物の型にぴったり合う抗体が結合し、毒を中和したり感染を防御する役目を果たします。花粉症などの薬にも抗体薬は使われていますね。そして光免疫療法でもこの仕組みが使われています。普段抗体製剤を使っているときに副作用というのはそんなに大きなものが出ない、少ないですから、大体抗体の場合はドーズリミテーションってこれ以上入れたら患者さんの体がダメになっちゃうというようなことがないことが多いですね。もう一度このイメージを使います。このがん抗原をターゲットにして結合しているのが抗体です。この仕組みはよく鍵と鍵穴に例えられる抗原抗体反応と呼ばれる現象です。高校生の時に習ったという人も多いと思いますが、光免疫療法はこの生物の基礎的な原理を利用してこれまでは不可能だったがん細胞と正常細胞を細胞レベルでより分けて治療することに成功しています。この抗体ががん細胞をより分けてくっつく現象は自動操縦の車が目的地に行き着くのとよく似ています。そういうアプローチとか考え方そのものが今までなかったということなんですかね。あったことはあったんですけれども、なかなかがんだけっていう特徴を持って他の細胞と区別するっていうのは簡単ではないんです
ですよね。ですから、それこそ分子標的治療っていうのは、比較的新しい治療とかもできて、ある分子を狙ってっていうんですけど、その分子が、やはりがん細胞だけにある分子ってなかなかないんですよね。つまり、がん細胞ももともと自分の細胞から出てきて悪くなっちゃったやつだから、特徴といってもそこまでの特徴を持つことが少ない。で、私たちの場合には、ある特徴を持ったところにくっつけておいて、あとそれにIR700 っていう化学物質を作ります。IR700 は光免疫療法薬として抗体と結合している化学物質です。IR700 の元になっているのは CD などの光媒体に用いられる光吸収物質です。特定の周波数帯の光を当てると化学変化を起こすように設計されています。光免疫療法薬をイラストにするとこんな感じでしょうか。がん細胞に行き着くトラックに IR700 という爆薬を乗せているイメージです。実際、光免疫療法薬はナノダイナマイト、小さなダイナマイトとも呼ばれています。さてここで光免疫療法の光についても迫っていきましょう。先ほども触れましたが、この光はテレビのリモコンなどにも使われる近赤外線です。家庭用のグリルやこたつなどに使われる遠赤外線とは波長が違う光です。一般の人からするとですね、光を当てて治すというとレーザーを使うという話もあるので、焼くようなイメージがあるかと思うんですけれども、その辺について説明をお願いします。そうですね。私たちが今ここで使っている光っていうのは、熱を出すほどの光ではないんですね。で、例えば私時々デモンストレーションで技術のラボなんかでよくやってるんですけども、その出す光をそのまま自分の手に当てて、これぐらい通りますよってやるんですけど、この時に手全然熱くないですね。つまり、この程度の厚さの手だったら、光が通ります。熱が通っていくんですけれども、その通っていく途中のところの、要は通しているところですね。ここが火傷するわけでも何でもなくて、普通にそこに光が通っていくことができるっていうのがあるので、この光っていうのは強さの問題ですから、ですから非常に強い光を当てれば同じ光でも、もちろんそれで火傷もするし、下手するとお肉も焼けちゃう可能性はあるわけですけども、その強さの光っていうのは、そのに比べればもう100分の1とか1000分の1という強さなので、それに関してはもう全く問題ないですね。ですから焼くというよりも、温度が上がるということ自体すらないような光を使っているというふうに理解します。実は熱を加えずにがん細胞を破壊することが免疫細胞の活性化にも役立っているのですが、その話は次回詳しく解説します。ここまで学んできたことをアニメにしてみました。 IR700 を乗せた抗体ががん細胞にたどり着くと、その瞬間近赤外線で起爆スイッチを入れる。これが光免疫療法の仕組みです。がん細胞はいなくなりましたが、周囲の正常細胞にはほとんど傷がついていません。ですからそういう意味で無害という言い方はおかしいですけど、ほぼ毒はないものになります。その抗体ががん特有の抗原にくっつく。そうですね。がんがたくさん出している抗原にくっつくというのは正しいですね。特有というのはなかなか難しいんですけれども、この使っている相手がEGFR、上皮増殖因子受容体っていうものを使っているんですけれども、これまで特殊な受容体と呼んできた目印は EGFR というがん抗原でした。そこにぴったり結合する抗体を選んで作られたのが光免疫療法薬というわけです。これは普通に体が傷ついたときに、例えば皮膚が傷ついたと、これが上皮ですよね。で、これが傷が治るときにはそういうふうなものが出て治ってくるようなものではあるんですけども、一般的には普通に何も傷ついてない細胞にはそれほどたくさん出てない。ところが、がんは増殖するためにこいつを使っているので、例えば頭頸部がんの8割ぐらい、9割ぐらいのがんがそうなんですけど、これをたくさん出してるんですね。だから普通の細胞に比べたら、例えば、少なくとも100倍、多ければ1万倍ぐらい出してるわけです。で、その出しているものに対する抗体を使っていると。頭頸部がんは EGFR がよく出ているということなんですけれども、他にも EGFR を出すがんの種類というものはあるものでしょうか。一般的に EGFR がたくさん出てるがんっていうのは今の話じゃない上皮って言われるんですね。で、上皮、しかもその中でも体の表面に近い扁平上皮って言いまして、例えば皮膚とか口の中もね、それからずっと通っていって食道の最後まで、ここまでが扁平上皮です。これ今小林先生は人の体の細胞の種類についてお話しされています。人間の体というのは大体200数種類以上の細胞ができているそうなんですが、そのうちの一つが扁平上皮細胞というものです。
扁平上皮細胞ががん化すると扁平上皮がんになります。頭頸部がんで言えばおよそ9割以上が扁平上皮がんですが、現在光免疫療法はこの扁平上皮がんが発現している EGFR をターゲットにしています。EGFR が発現しているものであれば、この仕組みは必ず効くんですね。つまりもう本当に単純な話で、この抗体がそこにくっついているところで光が当たればこの細胞が壊れますから、 EGFR 発現しているがんであれば、これまで私たちが実験的に失敗したことはないですから、そういう意味ではほぼ大丈夫だという。つまり今後 EGFR が多く出現しているがんには光免疫療法が適用拡大していくはずです。ただここである疑問が出てきます。一般細胞にもその EGFR とかあるじゃないかというのを見るんですけども、そうですね。もちろんあるんですよね。だから当然 EGFR 抗体は一般細胞にもつきます。でだからこの仕組みっていうのは2段階、先ほど二重っていうのは一つはその抗体で細胞を選ぶということ、それと光を当てるというその操作によってその決められた領域だけを活性化するということ、この2段階の、仕組み的な2段階ですよね。ですからそれによって、安全性を高めるというか、要はだから EGFR があってくっついても光に当たらなければ問題ないと。で光に当たったところであったとしても EGFR がくっついていなければ問題ないと。だから発生しているがんに対して光が当たるというこの2つのことが、こうクロスして起こった時にそこの場所だけでそのがん細胞が死ぬわけですよね。だからそういうことが起こるわけなんで、ですからほぼ正常細胞に出てても問題はないわけです。今 EGFR だけの話をしてきましたが、実はがん抗原というのは様々他にもありまして、例えば HER2 という抗原は乳がんの一部や胃がんなどに発現しています。そうした別の抗原に光免疫療法が効くのかとても気になるところですけれども、実は光免疫療法というのは他の抗原にも対応できるんですね。例えば HER2 というがん抗原に対応した抗体に IR700 をくっつけてやれば、光免疫療法はそのがんに対して作用します。つまり光免疫療法は非常に拡張性の高い治療法だということができます。この拡張性の高さが何を意味しているのかというと、がんとして狙いにできるような抗原っていうものは、ほぼ全てのがんにあるんですよね。ですからがんを治せるかどうか、治療法として成立するかどうかということに関して、かなり万能だと言ってもいいと思います。全てのがんに対応しうる治療法になるということでしたけれども、ここで最初に見た動画をもう一度見てみましょう。より理解が深まると思います。Photoimmunotherapy is a new form of cancer therapy involving near-infrared light. Photoimmunotherapy uses an antibody to which a photoabsorbing chemical is attached. The antibody photoabsorber conjugate is injected into a patient. It will travel through the bloodstream and eventually reach the site of the tumor. The conjugate will then leak out of permeable vessels near the tumor. It will bind to special receptors on the surface of cancer cells. Once the conjugate is bound to cancer cells, the photoabsorbing chemical can be specifically activated by near-infrared light. When the chemical has been activated, it causes immediate damage to the cell membrane. Water that is outside of the cell rushes into it, causing the cell to swell. Nearby cells without the special receptors will not be affected. Increased pressure within the swollen cell causes the membrane to burst, releasing intracellular contents such as proteins, DNA, and RNA. The cell then becomes smaller and shrunken in shape, a process known as necrosis. After treatment, the cell necrosis causes the tumor to shrink, creating spaces between the cells. The tumor will die, and normal tissue will regrow in its place. どうでしょうか。光免疫療法についてだいぶ理解が進んだのではないかと思います。2025年の春現在、光免疫療法を保険の適用内で受けられるのは日本頭頸部外科学会および
日本口腔外科学会に認定された施設に限られます。この頭頸部アルミノックス治療というのが光免疫療法のことです。薬剤や専用機器の製造販売やディストリビューションは楽天メディカルが請け負っており、すでに全国でおよそ170カ所の病院で受けられますが、これをきちっとまとめたサイトがないので、概要欄に代表的な病院や信頼できるサイトを挙げておきます。お住まいの地域に近い病院をチェックしたり、どういう流れで治療を受けられるのかといった情報を調べてみてください。当チャンネルではこうして皆さんと一緒に光免疫療法について学んでいければと思っております。ここが知りたいなどありましたらどんどんコメントください。次回は光免疫療法の免疫の部分について迫っていきたいと思います。ここまで30分近く動画にお付き合いいただきましてありがとうございます。いいなと思っていただけた方はぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。まずがんという病気自体がですね、がん細胞がやはり体の中にできることによってできる病気ですよね。でだけどもがん細胞が体の中で育つっていうことは、体が本当は防御している免疫っていうものがあって、それが破れて、結局防御できなくなって、それが原因になってがんが育つという。ですからこの治療というのはまずがんを壊すこと、それから壊れたがんに対してできる免疫というもの、それも元に戻す、活性化することによってある程度高めることによってがんがもう一度そこに育ってこないようにするという、この治療によってがんを治しきる、完治することができる。ですからそういう2階建ての作りになっています。